65歳退職後の保険料と税金ということで、任保から国保へということでご紹介させていただきたいと思います。今日は2022年、令和4年8月です。はい、任保とか国保とかっていうのは健康保険のことでございまして、その切り替えを今回行ってきましたので、ご紹介させていただきたいと思います。会社退職後の健康保険は、会社の任意継続保険、以下、ここでは任保と呼ばさせていただきます。に、私は加入していたんですね。今回、初めて国民健康保険、以下、ここでは国保と呼ばさせていただきます。で、切り替え手続きを行ってきました。任保の加入期間は、なぜか退職後2年間と決まっていますし、収入が減っているのに保険料が変わらないということですので、退職後1年半経った4月から国保へ切り替えすることにしました。ここで切り替えに際して準備したものや、切り替え後の保険料など、良かった点や悪かった点などをご紹介したいと思います。それでは最後までご覧ください。はい、それでは切り替え手続きに関してご説明させていただきます。用意したもの、手続き期限、保険証の切り替え、注意事項というこの4つの点でご説明させていただきます。まず1つ目、用意したものですね。健康保険資格喪失証明書というものです。これは会社の保険組合から4月上旬に送られてきました。3月いっぱいまで保険料を支払うということで連絡しておりましたので、4月上旬に送られてきたということですね。参考までに、うちの会社の場合は、こういう健康保険資格喪失証明書というものでした。それから本人確認書類ですね。マイナンバーカードとか運転免許証。これを持って自治体に行ったということですね。それから手続き期限。これは資格喪失日から14日以内に役所で手続きを行う必要があるということですね。14日ですから2週間以内ですね。2週間以内に健康保険の切り替え手続きをする必要があるということですね。資格喪失日っていうのはいつなのというところで、この先ほどの喪失証明書のこの部分に、これはうちの会社の場合ですけど、に載ってましたので、ご参考に載せてみました。それから保険証の切り替えですね。旧保険証は会社の保険組合へ妻の分と合わせて2枚を郵送してほしいということでしたので送りました。名刺サイズで、これはカードタイプですね。クレジットカードのようなカードタイプでございます。に対して新保険証ですね。役所から妻の分と合わせて2枚が申請したのは3日ぐらいでもうすぐ郵送されてきました。ですけど、見たら有効期限が本年の7月末日となっています。つまり、4ヶ月の有効期間しかないということですよね。どうなのかなと思うんですけど、これは名刺サイズで紙製タイプでございました。皆さんが国民健康保険証はやっぱり同じく紙製タイプでしょうか。それから4つ目、注意事項として、3月分までの保険料を支払っていましたので、旧保険証は3月末までしか使えないと考えていたのですけど、実際は4月10日までは利用できていましたということですね。この資格喪失日が4月10日というふうになってたんですね。そこまでは旧保険証は使えるということですね。それから4月以降の保険料納入通知書10枚の1年間分が6月中旬、2ヶ月経ってですね、役所から届きました。なんでか6月から来年3月までの10回払いとなっていたので、
10枚届いたわけですね。1回の支払いがだから大きいと思うんですよね。どうしてこういう12ヶ月、12枚っていうんだったらわかるんですけど、どうして10枚なのか、そういうルールになってるとしか役所の人は言いませんので、どうも困りますよね。国民年金保険料のように1年分とか全納すると、国民年金は割引制度があったんですね。だけど、この国民健康保険は割引制度がないということなんですね。これもどうしてなのか。同じく国民ってつくわけですから、同じように全納割引制度を設けてほしいですよね。年金からの天引きは最初の1年間はできないルールとなっているとのことです。これもちょっと年金から天引きできないんでしょうかと尋ねたんですけど、口座振り替えしないと年金からの天引き、つまり特別徴収はできないということ。これも不思議な理由ですよね。この理由をちょっと知りたいところです。せめて半年後からは天引きできるようにしてほしいと思います。だから毎日新保険証が間に合わなかった場合のために、保険日から有効期間1週間の仮証明書を発行してくれてました。これは良かったと思いますね。実際使わなかったですけども、仮証明書は新保険証が届いたら破り捨ててくれということでした。はい。はい、続きましてですね、任保と国保の違いということで、一つ目、保険料、生活習慣病検診、保険料納入証明書と、3つの点に関して、こういう表に作ってみましたので、ご説明させていただきたいと思います。まず、保険料ですね。任保は年間約30万でした。今度、国保に切り替えたわけですね。そうすると、逆に1万円ほど高くなって、年間31万円となってました。安くなるんじゃないかなと思ってたんですけど、逆に高くなってたということですね。会社の指定口座に振り込みと、任保の場合ですね。ただ、振込手数料が自費だったんですね。で今回、国保の場合は、通知書による普通徴収にて、郵便局で振り込みしましたけど、振込手数料は不要でした。口座振り替えも可ということだったんですけど、私の場合は、その後、年金から天引きになりますから、一応口座振り替えはしておりません。任保の場合は、月次払い、半期払い、年払いというのが可能で、全納すると割引がありました。で、国保の場合は、年金からの天引きは、翌年から開始されるということなんですね。で、全納の割引はないと。それから生活習慣病検診ですね。年1回の生活習慣病検診が任保の場合はありました。から胃カメラや超音波検査はオプションで、別途費用が発生しましたけど、受診することが可能でしたと。検診可能病院は、私の住んでいるエリアでは、病院は2カ所でございました。国保の場合ですね、各自治体にも同様の年1回の生活習慣病検診があると。これは一緒ということですね。からオプションも同様に胃カメラや超音波もあるということですね。から昨年検診した任保で受診した病院も継続して国保でも受診できるということで、これは安心でしたですね。検診可能病院は住んでいる近くのエリア内の複数ありました。これは地元に密着した、やっぱり自治体が管理している保険ですから、こういったところはメリットでしょうかね。ですので、悪い点を赤字に、いい点をちょっと青字にしております。それから最後の3つ目の保険料納入証明書ですね。これは確定申告用に証明書がいるだろうと思ってちょっと確認したところ、任保の場合は1月初旬には会社の健保組合から到着してたんですね。で、国保はいつ頃届くんでしょうかと確認しましたところ、翌年の1月末から2月初旬ということで、これはちょっと遅いと思うんですよね。青字が良い点で赤字が悪い点というところで、個人的な見解でちょっと色をつけてみました。任保は2対1で、いい方が2つ、
悪い点が1つということですね。に対して国保は良い点が2個、悪い点が3個ということで、保険料を支払うのに割引があるということで、これはいいということで1個、それから1月初旬に証明書が来るんで、すぐ確定申告ができますよね。いい点は2個ということですね。ただ悪い点が、振込手数料は自費だったと。600円ぐらいかかったんですかね。自費で払わないといけないということですね。ゆうちょにしてくれたらよかったんですけど、会社の指定口座が決まってるんで、そこに振り込むための振込手数料は自費ということですね。に対して国保、いい点が2つ。振込手数料がかからない点と、病院が複数ある点と。これはまあいい点だと思ったんですね。だから、悪い点が3つというのは保険料が上がったと。それから割引がないと。それから1月末から2月初旬に届くということで悪い点が3つ。そうすると、認保の方が点数的には良かったかなと思うんですね。まあ、そういう結果になっておりました。まとめということで、1つ目、退職後、1年目より2年目は収入が減るわけなので、各種保険料は減額されると思ってたんですね。でも実際は、この健康保険料はそうではなく増額となったわけですね。なぜかと。まあ、その理由として一つ目、健康保険料の計算式の中に、所得割とか均等割、世帯割という項目があるんですね。この中のこの均等割と世帯割という2つは、固定費という扱いになってたんですね。ここが原因の一つかなと思います。だから2つ目が、65歳になった1年目は、給与収入と年金収入の両方があるわけですね。10月に退職しましたので、1月から10月までの給与収入があるわけですね。それで10月、11月以降は年金収入と両方あったわけですね。それぞれ給与所得控除と年金控除と両方使えたわけですけど、2年目になりますと給与収入がなくなるわけですから、年金収入だけとなりますから、年金控除しか使えないために、所得額全体としては額は下がったんですけど、控除額を差し引いた所得金額は逆に増えてたんですね。ここが保険料が増えた理由かなと思っております。ですので、認保の最大加入期間が2年ってなってるんですけど、これを2年と決めている理由は何かということですね。任意に選んでもいいというふうにしてもらうといいかなと思うんですけど、まあでも会社を辞めた人間がいつまでも会社の保険に入っていると会社も困るということは想定されますから、でしたらもう会社を辞めたらもう全て国保にするというふうにルール付けしてもいいと思うんですけど、なんで2年って決めたんでしょうかね。ここもちょっとその理由を知りたいところですね。それから2つ目、新保険証の有効期限が7月末となっていたということですね。これも4月から新しく国民健康保険に加入したのに、7月末までの、つまり4、5、6、7ですから、有効期間が4ヶ月となってたわけですね。すると7月初旬になって、やっぱり新しい保険証が届いたわけです。その有効期限を見ると、1年後の7月末日となっておりました。つまり有効期間が1年間となっていたわけですね。ということは、また1年後に発行することになりますね。これ皆さんのお住まいのところの保険証の有効期間は何月になってるんでしょうか。ちょっとこれも全国同じなんですかね、国民健康保険の有効期間っていうのは。まあでもいくら紙製タイプの保険証だからといって、だからまあ安価なんでしょうけども、わずか4ヶ月間で破棄するというやり方は、その分費用がかかっていることになりますので、なぜ7月末としているのか知りたいところですね。70歳や75歳になると自己負担率が変わりますから、誕生月にはまた保険証を変えないといけないと思うんですけど、どうなってるんでしょうかね。マイナンバーカードが保険証にも使えるということに盛んに宣伝しておりますが、この有効期限の関係はどうなっているんでしょうか。
有効期限が変わるたんびにマイナンバーカードも役所で何か設定をしないといけないとか、まだまだ検証しないといけないことが続きますね。はい。それではここまでどうもありがとうございました。